浅村くん、大丈夫？撃たれた。綾瀬さん、ごめん。俺は、ここまで見たい。そんな、浅村くん、しっかりして！浅村くん！ははは。どうもどうも。ダメじゃない。遮蔽物をちゃんと利用しなきゃ、FPS の基本でしょ？陰キャ男子の兄と、ドライな妹。義妹生活。しかし、まさか綾瀬さんとバトロワ系 FPS の世界に飛ばされるなんてね。勘を取り戻すためにも、今のうちに練習しておかないと。浅村くん？急に反復横跳びなんかして、どうしたの？ちょっとした、キャラコンの練習。後々これが大事になってくるんだ。なるほどね。あ、そろそろ始まるみたいだよ。よーし。綾瀬さんは、ルール把握できてる？うん。20チームが参加するバトルワ形式で、最後に残ったチームが優勝。1チームは2人1組。2人ともダウンしたらチームは脱落。武器はすべて現地調達。でしょ？そう。頑張ろう、綾瀬さん。協力して優勝を目指そう。うん。やるからには勝ちたいよね。頑張りましょう。やばい、どうしよう。ここ物資が脆弱すぎる。セミオートのハンドガンしかなかった。私は一応スナイパーライフルはあったけど、バランス悪いね、この構成。近距離特化なら、せめてショットガンがあると。撃たれた！どこから？浅村くん隠れて！敵に狙撃された。いきなり HP が半分に。頭当たらなくてよかった。相手、一人は SR 持ってて、もう一人はアサルトライフルかな。牽制が鬱陶しいね。でも他に逃げ道ないし、やるしかないね。俺がライフ半分で、早速不利だけど。気にしないで。さっきの狙撃で位置は分かってるし、ダウン取れればワンチャン。そこだ！嘘！当たったの？ナイスー！ SR 持ちのヘッショに入って隠す。これで数的有利ね。できれば冷たいんだけど。思いっきり持っちゃったね。詰めようにも、ここ遮蔽物少ないし。体出したら遠中距離から集中砲火。一方、こっちは SR と拳銃。シビアね。しかも、銃声聞いて漁夫が来るかもしれないし、勝ち合ったら最悪ね。いや、逆にチャンス作れるかも。綾瀬さん、ちょっといい？一か八かの作戦だけど、それしかないかもね。どのみち、次のアンチはここを抜けた先だし。よし、作戦は決まりだね。それじゃあ、行ってくる。気をつけてね。援護は任せて。素早く移動して、遮蔽物に隠れて索敵。撃ってきた！バレてるな。浅村くんの足が止まった。こっちに気をそらすためには。それ！ナイス牽制！今のうちにもっと近づこう！やっぱり、もう漁夫が来てる。でも、むしろ好都合だ。車線から逆算して、この辺りに持ってるはずなんだけど、いた！くらえ！お前、どこから！くそー！撃ち合いが始まった。気をつけてね、浅村くん。うまい具合に、逃げて！くそー！やっぱハンドガンじゃ全然当たんない！なんだよ、クソ雑魚エイムじゃねえか。ビビらせやがって。ほらほら！やったー！一旦引こう！左右の弾よけだけはうまいな。けど逃がすかっての！あれ！どちら様！よし。危なかった。なんとか敵と漁夫を戦わせることに成功した。体力不利な浅村くんじゃ、勝っても漁夫に瞬殺される。なら、漁夫と敵で削り合うよう仕向ければいい。一か八かだけど、作戦は成功ね。あとは、決着がついた頃を見計らって、私の狙撃と、俺の至近距離からの攻撃で、漁夫を漁夫る！よし！今だ！いやー、一気に4人分の物資獲得で、潤沢！防弾チョッキも着たし、体力もバッチリ回復！武器も弾もいい具合に揃ったし、
まさかこんなに連携がうまくいくとはね。FPS はエイムも大事だけど、立ち回りこそ重要とも言うもんね。弾よけのための反復横跳びだって効果を発揮したみたいだし、私たち結構いいコンビかもね。そうだね。この調子で優勝狙っちゃおう。それにしても綾瀬さん、意外と FPS の知識豊富なんだね。うん。ゲームでは一応ランクダイヤモンドだから。普通に猛者だった。義妹生活。くそー、あいつのアイムなんなんだよ。吸い付いてくんぞ。チーターか。あっちのちびっこも投げ物の命中率正確すぎ。こっちが見えてるみたいに。ったく、いくら俺らが強いからってチーター扱いかよ。ひどい話だぜ。ほんとよ。私のコントロール性能は弟とのキャッチボールで鍛えた本物よ、まあ、そういう意味じゃ野球部員の俺が適任なんだが、奈良坂は銃に関しちゃ素人だからな。悔しいけど適材適所で勝ち抜くしかないもんね。銃は丸くん、投げ物は私。さあ、このまま私たちが優勝まっしぐらよ。覚悟しなさい。陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。よし、また一チーム撃破だ。順調順調。我ながら好成績だよね。もしかして私たち最強のチームだったりして。この調子なら本当に優勝も目じゃないかもしれない。なんだ？浅村くん、危ない！離れて！イエーイ！またまたマーヤちゃんの神グレネード炸裂！ああ、ナイスだ。投げ物に関してだけは本物だな。へへ、どんなものってちょっと、だけはって聞き捨てならないんですけど。細かいこと気にすんなって。ほら、倒した奴らの物資を漁りに行くぞ。まったく、私が仕方なくあんたと組んであげてること忘れないでよね。これはこっちのセリフだっての。それとなんだ？浅村とが良かったのか？違うってば、さっきだったらいろいろ安心だったなって思っただけ。もしさきがこんな世界で浅村くんとチームなんか組まされていたら。さき、俺たちはもう戦いを放棄しよう。ラブ&ピースの伝道師になるために。だからさあ、武器なんて捨ててしまおう。ついでに兄弟の壁も捨てようぜ。義理の兄の皮をかぶった銃より恐ろしい野獣なのよ。妄想中に悪いが、警戒しろ。煙が晴れてきた。相手はダウンしてないぞ。本当だ。あれって。いってて、グレネード投げ込まれるなんて。ただ、なんとか一命は取り留めたみたいだ。ギリギリだったね。直撃はどうにか回避できたけど、爆風でダメージが。こっちは HP が半分持ってかれた。足音？まさか、詰められてる？煙も晴れる。浅村くん、襲撃に警戒ね。あれ？さきー！まあや、まさかこんなところで会うなんて。さき、大丈夫だった？この野獣に襲われてないよね？心配だよ！野獣って。っていうか、流れ的に、今グレネード投げたの奈良坂さんだよね、絶対。二人が同じチームなんて気が気じゃないしさ。さっき、私とチーム組もうよ。いや、ルール的に無理でしょ、それは。よう、浅村綾瀬。まだ生きてたか。やるじゃないか。マル君、もしかして、二人は同じチーム？その通り。こうして顔見知りにも会えたんだ。いい提案があるぞ。グレ投げ込まれる前に聞きたかったよ。何？お互いに目指すは優勝だろう。そこでだ。俺たち組まないか？組むって、私たち4人で協力して他のチームを倒すってこと？
まあ、最終的には戦うんだが、優勝の確率はぐっと上がる。バトルロイヤルは、とにかく終盤戦まで生き残らなきゃ、話にならんからな。悪くない話だろ？いつも通り、4人で仲良く協力しようぜ。友好的な素振りを見せてるけど、そもそもバトロワにおいて、チーミングは不正行為。協力するふりをした、正真正銘の罠ね。さすがに浅村くんも気づいてるよね。そうだね。俺たちは装備も体力も心もとないから、その方が助かるかも。浅村くん。そう来なくっちゃ。話のわかるやつで助かるよ。じゃ、友好の握手と行こう。まあ、握手をする。と見せかけて袖の中にハンドガンを隠していたのか。ハンドガンでも物は使いようってね。アイスさん、今のうちに引くよ。こうなったら待て！貴重な投げ物だ。無駄遣いするな。こっちまで爆風に巻き込まれるぞ。してやられたぞ、浅村。面白くなってきやがった。ナイス起点だったね、浅村くん。さすがだよ。まあ、あのぐらいは、ね。なんであの距離で頭外すかな？もう！義妹生活。前回の義妹生活。バトル分け FPS の世界に迷い込んだ私と浅村くんは、どうにかこうにか勝利を重ねていく。でもその途中、マルくんマーヤチームに奇襲を仕掛けられ、大ピンチに。なんとか窮地を脱した私たちは、マルくんたちを振り切って試合を続行。そしていよいよ、終盤戦。さあ、残るチームは俺たちだけだな。決着をつけるぞ、浅村。どうでもいいけど、展開が駆け足すぎない？陰キャ男子の兄と、ドライな妹。義妹生活。グレネードの雨あられだぞ。なんなんだよ、この無茶苦茶な攻撃。あちこち爆発してて、身動き取れない。直撃はしてないけど、さっきから爆風でチリチリ削られちゃってる。おまけに、次のアンチはマルくんたちの方に寄ってる。いずれは、ここから抜け出さないとなのに。どうにか二人の隙をつくことができれば、勝機も見えるんだけど。おい、奈良坂。さすがにそろそろその攻撃やめろ。投げ物が尽きるぞ。まだ大丈夫だって。それに、このまま釘付けにさせちゃえば、パルスに飲まれてジエンドだし。戦略としてはありだが、俺は俺の手で一矢報いたいんだ。炙り出す作戦に変更するぞ。いや、このまま釘付けにする戦法よ。目先の勝負より、勝つことが最優先なんだから。あれ？グレネードの勢いが弱まったような。しかも、言い争いしてる？はあ、なるほど。ねえ、浅村くん。ちょっと気づいたかもしれない。あの二人ってさ。だいたいお前の攻撃は大味すぎるんだって。もう少し慎重になれ。浅村は手強いぞ。何言ってるのよ。今はとにかく攻めて攻めまくるのみ。空見たことか。隠れろ。今のは牽制か。まさか。マル、勝負はまだまだこれからだ。くそ、やっぱり牽制と接近だなんて使い古された戦法。やばいじゃん。撃つべし。おい、うかつに突っ込むな。くそ、奈良坂に車線を塞がれた。狙えねえ。撃つべし。狙撃された。マルク、なんで牽制しないのよ。おいおい、今のは注意すれば避けられただろう。車線管理が甘いんだよ。綾瀬さんの言った通りだ。あの二人は連携が悪い。というか、連携がまるでできていない。その点、俺と綾瀬さんの息はぴったり。このまま削っていけば勝てるって思ったのに。
ここで弾切れあははは残念だったな、浅村。敵ながら見事な連携だった。俺たちのライフもごっそり削られた。が、勝負はついたな。玉切れの浅村くんに用はないもんね。むしろ今の脅威は、先の狙撃。マーヤ、まさかここに直接？直接私の神グレをプレゼントしてあげちゃうよ。そればっかりは明暗だな。相手のライフは残りわずか。爆風に触れるだけでもダウンだ。その後でじっくりお前と遊んでやるぞ、浅村。くそ、このままじゃ綾瀬さんがなんとか攻撃の邪魔をしないと。だけど今の俺は丸腰も同然。飛び出したら丸に集中砲火される。とはいえ俺一人残っても負けは確実。ここまでか。一人残る。そうだ、まだ手があるぞ。ごめんね、サキ。次は一緒のチームで遊ぼうね。そう浅村、丸腰で突っ込むと愚策にも程が。しまった。マル君、うかつに頭出しすぎ。それは甘えだよ。嘘。どうしたら神グレをバカ、そんな至近距離で爆発させたら。やっちゃったやったー、俺たちの優勝。グレネードの爆風に相手を巻き込む戦法成功してよかったー。そうだね。まあ最後に残ったのは私だから MVP はもらったけどね。綾瀬さん、まあそうだね。実際綾瀬さんが丸を倒してなかったらって思うと冗談だよ。私たち二人の連携の勝利だから MVP は私たち二人ともだね。もうちょっとだったのに悔しいな。二人とも連携良すぎだよ。ああ、まるで付き合いの長い相棒のようだったな。なんであんなに息があったんだ？多分だけど、俺たちはほら、一緒に暮らしてる義理の兄弟だからなんてね。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。ところで、なんで私たちバトロワ系 FPS の世界で戦わされてたの？さあ、